こんにちは、高弘です。今日は機材の話。僕は機材にあまりこだわりない方ですけど、一つこれは絶対必要っていうのを挙げるとするなら、超広角レンズになります。都市景観や建築物を入れたストリートフォトを撮るなら、超広角レンズを買いましょう。僕が持っているのは、ラオワの 9mm F2.8 っていう単焦点レンズになります。で、カメラがソニーの α6500 なので、APS-C なので、換算 13.5mm という価格になります。ご覧のようにめちゃくちゃコンパクトです。この 13.5mm ってどんな感じなのかイメージしづらいと思うので、まずは例を見てみましょう。この写真はその換算 13.5mm のレンズで撮った1枚です。大きなビルの吹き抜け部分を真下から煽って撮りました。楕円形の高層物が全部入り、左側には人のシルエットとエスカレーターも入ってほぼ完璧な構図となりました。同じ場所で換算 31.5mm のレンズで撮ると次のような写真になります。超広角で撮った写真と比べるとかなりインパクトが落ちることが分かってもらえるかと思います。超広角レンズは普段我々が目で見ている範囲よりも明らかに広い範囲を写し取るので、そのインパクトが強いです。ビルなどの建築物が多い場所では超広角が効果的です。超広角といってもだいたい13から16ミリくらいは欲しいです。21ミリとかはもうきついですね。今 iPhone だって超広角13ミリのレンズがついています。このぐらいの価格はもう普通にみんな使っています。超広角は初心者ほど効果的です。画角が強制的に変わるというのが大きいです。初心者が 35mm や 50mm でさっと100枚ぐらいスナップしたところで写真はほぼ知れています。それは誰もが見たことある風景で、これといったインパクトもなく、また構図も平凡なものだからです。上級者に行くほど 35mm や 50mm で良い写真を撮れるようになります。味付けの濃い超広角に頼らなくても、薄味でもしっかりとした技術があるからです。でも初心者でそこをコツコツ積み上げるよりは、もう手っ取り早く超広角をやっちゃった方がいいように思います。超広角でまず派手さを出す方が今の SNS 時代に適しているかもしれません。普通は 50mm 1本で撮れとか、いやいや 35mm 単焦点で撮りましょうとか、写真を教わる時ってそんな感じの指導をされることが多いと思うんです。でもこの動画ではそんなありきたりな話はしません。議論を面白くするためにも超広角でどんどん撮ってみようというスタンスを撮ってみます。さすがに超広角だけで撮り続けるのはしんどいので、1本ズームレンズを持っておくといいでしょう。2470mm ぐらいで、安いやつで OK です。そこに13から 16mm ぐらいの超広角。これはもう10万ぐらい出せばいいのがあります。それを1本出すだけ。これだけで全然いきます。とにかく超広角で撮り続けて自分のものにしてください。それは 50mm 一本派と同じです。一番良くないのはいろんな画角のレンズをちょっとかじってはまた別っていう風に映っていくこと。それをやっていると全然画角が身につきません。何度も言うようですけど、とにかく同じレンズで撮り続けることです。そうすることで画角が身につき、そして自分のスタイルが出来上がります。超広角レンズを買っても使う機会がないかもと心配になるかもしれませんが、都市でのストリートフォトでは超広角の出番はめちゃくちゃ多いですから安心してください。実際僕の写真の半分以上ですよ。半分以上は超広角で撮ったものです。作例を見せましょう。これも 13.5mm で撮ってます。あまりパースがついていないのでそこまで超広角って思われないかもしれません。こういう風にパースはおとなしめに、そして広い範囲を映す、かつ余計なものは映さないという使い方をするのが一つのコツです。そうすることで広がりのある世界を作り上げることができます。
超広角だなという味付けの濃さを消すこともできます。味付けの濃い写真ってどういうものかっていうのも見てみましょう。はい、こういうの地面スレスレにカメラを置いて遠近感を強調しています。ラインが一点に収束していく感じ。これも超広角レンズの立派な使い方の一つです。普通教科書に書いてあるのはこっちですね。これもそう。上に糸でピンと引っ張られているような印象を受ける写真です。こういう撮り方は広角を持ったらすぐに試したいやり方、初心者におすすめです。で、一方で僕が最初に見せたのは上級者用の撮り方。パーツを控えめにして都市景観をドーンと入れて撮るやり方です。これもそう。光と影をうまく使えばシンプルな構図で見せたいものだけ見せることができます。そして大きな建物と小さな人という対比を強く打ち出すことが可能です。勘のいい人は気づいていると思いますが、超広角レンズは構図力を試されるレンズです。最初に初心者におすすめと言っておきながらあれですけど、ものにするには結構時間がかかります。広い範囲を写し取るので何も考えずに撮ると不要なものがどんどん映り込んでしまいます。それを防ぐための構図作りが大切になってきます。あるいはあえてそういう写り込みを入れて一つの絵を完成させるというやり方もあります。足し算的な考え方ですね。こっちをやるとしてもやはり構図は無視できません。つまり初心者が超広角レンズをやっていけば自然と構図も覚えると、そういう意味でおすすめと言えます。一般的にはなんか 50mm1 本でやってますっていう方が玄人っぽくてかっこいいですけど、50mm でも超広角でもどちらでも極めればいいんですよ。で、どっちが分かりやすいかといえば超広角です。その方が今の SNS 時代に合っていると思います。50mmF1.2 とか F1.4 とかその辺のレンズをストリートで使いこなすのはかなり難易度が高いです。この辺のレンズで素晴らしいストリート写真を撮るのは有名なアラン・シャーラーぐらいでしょうか。インスタで100万人のフォロワーがいる写真家です。そのレベルまでいけるなら話は別ですけど、初心者におすすめするんだとなったらまずは超広角レンズかなというのが僕の意見です。超広角で撮るときはパンフォーカスが基本です。僕がよく使う設定は F 値は F=8.0 に固定、距離も1から2メートルに固定、これで全部ピントがあった状態になります。シャッタースピードは200分の1以下に固定、ISO はその場所の露出に合わせると、こういう風に設定しておけばあとはシャッターを押すだけです。ピントがどうとか F 値がどうとかそういうことを考える必要は全くありません。構図とタイミングだけに集中できます。初心者におすすめする理由のもう一つはこれです。シャッターを切る前に直前にカメラの設定やピントに頭を使うのはできれば避けたいところ、そこにリソースを食われることなく目の前の出来事に集中できます。物事をシンプルに捉えてください。そうすることで写真に本当に大切なことを最短で学べるはずです。最後に超広角レンズで撮った作例を見せて終わりたいと思います。参考になったでという人はいいね、グッドボタンをよろしくお願いします。